まあ、家に電話しましたが当然つながらなくてですね、あと、今ここ石巻ですけれども、石巻の、クライアントがとても心配になって電話しましたけれども当然つながらなくてですね、その後しばらくインターネットで情報をずっと調べ続けてます。一応電気はもうすぐ電気は一瞬消えましたけども、すぐ戻りまして、ただ、うちのぶら下がってるそのオフィスの照明器具がぶら下がってるんですが、それがかなり揺れて、2台壊れましたけども、そうですね、電気インターネット関係は大丈夫でしたね。では情報は常にそうですね、ただなんて言うんでしょう、それが正しい情報かどうかっていうのはよくわからなくて、であんまりその、ずっとこう情報を調べ続けていたために、その日は車で会社に来てたんですが、外が大渋滞になっていることが分からず、家に帰るのに4時間ぐらいかかりました。たまたまクライアントがいたということもあったので、あと自分がかなり遠くにいて揺れたということもあると思うんですけど、しばらく放心状態ですよね、しばらく。で、今は、こうなった以上は、なんていうんですか、人生に一つやることが増えたというか、そういうつもりで、今はかかってます。もちろん、僕にとって僕のクライアントがまずは生活が安定するような、お手伝いをしていきたいと。つまりお店が流されましたから、その仮設の店舗から作っているわけですけど、そういったことに対するお手伝いと、あとはそれを通じてそのクライアントを通じていろいろ知り合ったその一の巻の仲間がいますので、その人たちと一緒に工房を立ち上げようとしています。今状況を整えているところです。で、工房だけじゃなくて大学だったり、あるいは今回みたいにそのベルギーの建築家のチームだったりがここを使って勉強会だったりワークショップだったりしたいということなので、それに対応しうるスペースを作ろうということで、まず我々が最初にやったことはまずここの扉を作ること。今1階には電源がまた来てないんですが、分電盤から電気を引っ張ってきて、今そこから電気を落として、照明とそこの3つコンセントをつけました。いずれにしてもそうやってインフラを整えないことにはやっぱりスペースとして何も使われないので、ところが、そうやって電気が通りました、扉がつきましたっていうとですね、いろんな人が使いたいっていうふうに出てくるんですね。でそれはなかなか面白いなと思って、できるだけそういうものに対応しながら、あとはその工房としての、市民工房としての機能をどうこれから組み立てていくかっていうことが、今我々に課された課題といいますか、その一つのプロジェクトとして今はその石巻の工業高校生と建築部の人たちと一緒に町に対してのベンチを作っていただいて、いろんなところにばらまいてですね、あるいは公園で使いたいというような話もあるので、そういうところで使っていただくということを考えています。でもやっぱり一応ここはなんていうんですかね、僕らはデザインを商売とする人種で、デザインを使って復興のお手伝いをするという時に、まずはそのスペースをちゃんと考えてあげると。でそのクリエイティブなスペースを作るっていうことは結構僕はやっぱり大事なことだと思うんですよね。でそうすることでやっぱりここから生まれるものもちょっとやっぱりクリエイティブになってくるっていうことは間違いなくあるんですよね。あそこの鍵の番号もみんなに教えてるんですね。もちろんいろんなその反対側には危険もあるわけですけど、勝手に道具を借りて誰かがいたずらして切ったとかね、それはそんなことを危険だとか言ってる場合じゃないですから。これはですね、今度射的で使う台なんですね、夏祭りで。町の人が射的をやりたいと言って、じゃあどうしたらいいんだっていうことになるわけですけど、簡単に作れちゃうんですよね。こんなのもだってもう2時間ぐらいで皆さん作りましたからね。そうやって
そういうことができると。でそういうことをこう町の大人たちあるいは子どもたちがやるから、ちょっとずつこう町の中にそういう自分たちで作ったものがこう溢れてきたりとか、そういうことって結構なんだろうな、その町に対してもう少し親しみを持てるようになるというかね、そういうこともあるんじゃないかなで、それはまず我々の方でそれをちょっとやってみせると。で、そうやってちょっとずつね町の人たちを巻き込みながらやれたら面白いなと思ってます、はい。おそらく忘れない一番の方法はまずは被災地に来ることだと僕は思いますね。それで状況を肌で感じて、できればそこで自分に何かできないかなと、思ってもらうというかですね、おそらくこれだけの災害は、今後もないでしょうし、今後もあるかもしれないけど、この状況に対して、僕らが何ができるかって考えることはとても大事なことだと思います。まずは来てください。はい。